アイテム番号 SCP-053 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-053 は5メートル ×5 メートル以上の運動に不自由しない大きさの部屋を与えられます。十分な量のおもちゃや本を与え、3ヶ月ごとに交換してください。適切な寝具、風呂、医療施設はいつでも使用できるようにしてください。食べ物は毎日3食与えられるべきで、また要求があった場合は2つまでのお菓子を提供することが許可されています。SCP-053 との物理的接触は完全機密防護スーツおよびアイシールドの着用なしに行ってはなりません。SCP-053 とのアイコンタクトはいかなる理由があっても行ってはいけません。SCP-053 から職員へ渡されたオブジェクトは持ち出しても構いませんが、調査のために隔離する必要があります。いかなる場合でも、室内には一度に1名の職員のみが入ることができ、鋼製の保安線によって安全を保障しなければなりません。入室したすべての職員は10分以内に部屋から退出しなければなりません。異常な振る舞いをする、絶叫する、SCP-053 に接触しようとする、などの行動をし始めたすべての職員は退出させられ隔離されます。防護スーツを取り外そうとした職員も同じく退出と隔離の対象となります。鋭利な物品及び銃器は SCP-053 の収容室への持ち込みを禁止されています。SCP-053 は3歳の小柄な少女のように見えます。彼女は基本的な会話が可能であり、精神発達で少し平均を上回るようです。彼女は概して人柄が良く、めったに動揺することはないようであり、集団の中にいる場合にのみ興奮を見せます。4歳以上の人間が10分以上 SCP-053 と視線を合わせる、物理的に接触する、またはその周囲にいた場合、急速に非合理的になり、激しい被害妄想を発症し、殺人傾向を見せます。これらの妄想は全てではないものの、多くの場合は SCP-053 を対象とし、影響を受けた被験者は目に見える人間を全員殺害した後に SCP-053 の殺害を行おうとします。SCP-053 へ危害を加えようとした者は即座に強い心臓発作を起こし、SCP-053 に損傷を与えた後死亡します。なお、SCP-053 は損傷の軽重に関係なく瞬時に損傷を再生する能力を持ちます。SCP-053 はこれらの能力に関して完全に無知であるように振る舞い、被験者への影響を完全に無視します。能力に対して説明された場合、SCP-053 は返答することができません。以下、SCP-053 に対する SCP 間の破壊試験からの抜粋。アイテム SCP-053。対組織を用いた試験の記録、該当なし、O5 により免除。破壊試験の記録。SCP-682 を SCP-053 の格納エリアへ導入。SCP-682 は非常に混乱した模様。また、SCP-053 による影響のいかなる兆候も見せることはありませんでした。SCP-053 は SCP-682 を怖がり、椅子の後ろに隠れました。SCP-682 は身を沈め、頭部を床につけました。SCP-053 はしばしの躊躇の後、SCP-682 に短く触れ、すぐに彼女の隠れ場所に戻りました。SCP-682 はいかなる反応も見せませんでした。SCP-053 は SCP-682 の鼻孔から息が吐き出される様子に興味を持ち、SCP-682 の頭部に接触し、それを軽く叩きました。SCP-053 ははしゃいだ様子を見せ、SCP-682 の頭部を抱きしめました。実験の残りの期間、SCP-682 は2回低レベルの逃走の試みを行っただけで、非常に従順な様子を見せていました。SCP-053 がおもちゃやその他の道具を SCP-682 に見せ、その甲羅にクレヨンで落書きをする様子が観察されました。実験の最終段階にスタッフが格納エリアへ入ったところ、即座に SCP-682 の攻撃を受け、2人の死者と5人の負傷者が発生しました。SCP-682 は収容され、隔離ユニットへ移動。SCP-053 は SCP-682 が排除された後、数分間泣く様子が観察されました。メモ、SCP-682 の反応はいくつかの理由から注目に値します。まず第一に、SCP-682 が生体組織と接触しても怒りを示さなかった数少ない例の一つである。
第2に、SCP-682 の反応が欠落していることから、SCP-053 の肉体的性質と組成に疑問を提起している。第3に、長期的格納の方法を提起している。しかしながら、単独で非常に危険な2つの SCP を一緒に格納することが承認される可能性はない。